私の虫垂が破裂したとき、両親も兄も、そして婚約者までもが、全員姉の誕生日を祝うのに夢中だった。手術室の外で、私は必死で考えうる家族全員に電話をかけ、同意書へのサインを頼んだが、すべての電話は無視されるか切られるかだった。私の電話を切った後、婚約者のジョエル・グラハムがメッセージを送ってきた。ソフィー、大げさにしないで。今日はイベットの18歳の誕生日だよ。何があってもパーティーが終わるまで待って。私は静かに電話を置き、自分で同意書にサインした。これは彼らが私の姉、イベット・ノートンを私よりも選んだ99回目だ。今回は私は気にしないことを選ぶ。彼らのエコひいきが私を傷つけるのをもうやめにする。代わりに彼らが求めることはすべて文句を言わずにやるつもりだ。彼らはみんな私がついに従順になることを学んだと思うだろう。そして私が永遠に彼らから離れる準備をしていることには決して気づかないだろう。第一章。私は3日間入院し、その3日間、私の電話は静まり返っていた。家族からの電話は1本もかかってこなかった。私も誰にも電話しなかった。以前のように彼らの人生の小さな更新を追いかけようと、インスタグラムのフィードを見て回ることもなかった。代わりに私はただ静かに病院のベッドで休み、弱った体を引きずって検査や支払いをした。退院の日でさえ私は誰にも告げなかった。ただ自分の荷物をまとめ、腹部の痛みに耐えながらゆっくりと家路に着いた。ドアを押し開けると家の中の笑い声が突然止んだ。みんなが居間に集まっていた。私の婚約者、ジョエルはイベットの隣に座り、気軽に彼女の肩に腕を回していた。彼は私を見るなり、手を引っ込め、気まずそうに笑った。祖父、帰ったのか？この数日どこに行ってたんだ？兄のジョシュア・ノートンが冷ややかに鼻で笑った。どこに行くもんか。ただイベットの誕生日パーティーに出たくなかっただけだよ。ビビが幸せなのを見るのが我慢できないから、いつも彼女のために物事を台無しにしなきゃ気が済まないんだ。私は一言も言わず、ただまっすぐに自分の部屋に向かった。ジョシュアは私が彼と口論しなかったことに驚いたようだった。普段なら彼が私の自己中心的さを責めるたびに私は泣き崩れ、必死に自分を弁護したものだ。だが今回は私は黙っていた。母が慌ててグラス一杯のジュースを持って近づいてきた。ソフィア、あの日はビビの誕生日で忙しくて、あなたの電話に出られなかったの。怒らないでね、いい？彼女はマンゴージュースのグラスを私の手に置いた。心はとっくに何も期待するのをやめていたが、それでもまだかすかにいたんだ。私はマンゴーアレルギーだが、イベットはマンゴーが大好きだった。そのせいで家にはいつもマンゴー味の食べ物や飲み物があった。しかし、私がマンゴーを食べられないと何度思い出させても、誰一人として覚えていてくれなかった。私はグラスを母に返し、静かに一歩下がった。怒ってないよ。ただ部屋に行くから。ちょうど振り返ろうとしたとき、居間から大きな音がした。父が突然立ち上がり、テーブルをバンと叩いた。彼は叫んだ。お前は入ってきてからずっとあの不機嫌そうな顔で歩き回ってどうしたんだ？母親はもう謝って好きな飲み物まで渡したというのに。その態度は何だ？どうやら甘やかしすぎたようだな。私の心は締め付けられ、息をするのも痛かった。涙で視界が霞んだが、それでも母の手からグラスを取り上げ、一気に飲み干した。それからそっと空のグラスを置き、涙を拭った。私は冷静に父を見た。マンゴーが好きなのはイベットだよ。私はアレルギーなんだ。でも、もう全部飲んじゃったからいいよ。部屋に行ってもいい？
ソフィア。アレルギーならなんで早く言わないの？誰が飲めって言ったの？そんなに強情で。母は慌てて私の背中をトントンと叩いた。父は恥ずかしそうな顔をしたが、それでもきつく言い返した。説明できただろうに。お前はいつもあんな感じで愛想が悪い。ビビとは大違いだ。彼女はコミュニケーションの取り方を知っている。ソファからイベットの声が漂ってきた。パパ、ソフィアのことをそんな風に言わないで。彼女を悲しませちゃうよ。彼女の声は優しかったが、目に浮かぶ得意げな色は隠しようがなかった。イベットはいつも私の鈍感さを利用して自分の完璧さを際立たせてきた。なんであれ、彼女は自分と私を比べるのが好きだった。私を踏みにじって初めて満足するのだった。私は傷ついているべきだったが、心はただ麻痺していた。こんな屈辱に直面しても、もう何の感情も湧かなかった。ごめんなさい。私は言った。二度とそんなことしません。その言葉が口をついて出た瞬間、部屋にいた全員が驚いて私を見つめた。第2章。私の従順さは誰もが予想していなかったことだった。短い沈黙の後、父はようやく言った。それでこそだ。家族なんだから話せないことなんてない。私がこんなこと言うのもお前のためだ。ええ、わかってます。私は素直にうなずき、顔には固く麻痺した笑みを浮かべていた。私が怒っていないのを見て、彼らは安心し、イベットと一緒に居間に戻っていった。私は一瞬立ち止まり、それから階段を上り、自分の部屋へと向かった。しかし、階段に足を乗せたちょうどその時、誰かが私の手首を掴んだ。ジョエルが気づかないうちに私のそばに来ていた。彼は身を乗り出し、囁いた。本当に怒ってないの？彼の優しい口調に私の目がまた潤んでしまった。胸に憤りがこみ上げたが、ただ首を振ることしかできなかった。喉が詰まり、一言も言葉が出てこなかった。しかし、ジョエルは安堵した表情を見せた。君が分別のある子だって知ってたよ。些細なことで怒ったりしないからね。実は話したいことがあって彼は顔をそらし、私の目を避けた。来週の結婚式は延期した方がいいと思うんだ。君の妹が18歳になったらオーロラベイでオーロラを見に連れて行くって約束してたから。誕生日も終わった今、彼女は約束を果たしてくれってせがんでばかりで。だからさ、家族全員で旅行に行くのはどうかなって思ったんだ。どう思う？招待状もまだ出してないし。ただの結婚式なんだから、数日遅らせても大丈夫だろ。彼はかすかな笑みと目に少しばかりの愛情を浮かべていった。私の心は冷たくなった。感謝の涙でさっき泣いたばかりなのに、突然それがバカバカしく感じられた。99回も見捨てられた後で、なぜ私はまだ彼らからの愛を期待しているのだろう？私が返事をしないので、ジョエルはじれたように頭をかいた。おいおい、祖父。イベットは今まで海外に行ったことないんだよ。あんな遠くに行くのは初めてなんだ。家族として彼女のためにそこにいるべきだろ。それに、君だってオーロラを見たことないだろ？前倒しのハネムーンだと思ってよ。わかったよ。私は答えた。ジョエルは瞬きし、驚いた様子だった。なんて言った？私は長く息を吐き、冷静に言った。結婚式をキャンセルすることに同意するって。キャンセル？誰もキャンセルなんてしてないよ。延期だって言っただろ。結婚式をキャンセルするわけにはいかないよ。彼は顔をしかめて私を訂正した。私はうつむいた。かすかな苦い笑みが唇を引っ張った。本当に違いがあるだろうか？
イベットがいる限り、彼女は決して私たちの結婚式を行わせないだろう。彼女は私が我慢できず、私が持つものすべてを欲しがっていた。私は子供の頃からそれを知っていた。どんなに頑張っても私は勝てない。家族のエコひいきは彼女の最大の武器であり、これが彼女が長年私を踏みにじり続けられた理由だ。今では私の婚約者までが彼女のそばについた。私の目は熱くなり、馴染みのあるかゆみが肌に広がり始めた。マンゴージュースがついに効き始めたのだ。私は軽くうなずき、階段を上り始めた。私の部屋には抗アレルギー薬がある。反応がひどくなる前に飲む必要があった。ジョエルと一緒にオーロラベイに行くからって怒ってるの？イベットの偽りの無邪気さがにじむ声が後ろから聞こえてきた。私は彼女を無視して歩き続けた。イベットはいつもああだった。私が何もしなくても、彼女が家族の前で泣いたり、拗ねた顔をしたりするだけで、みんなが我先にと彼女をかばうのだった。ジョシュアが最初に腹を立てた。もういい加減にしろ、祖父。ビビが話しかけてるのが聞こえないのか？怒ってないって言うかと思えば、次にはみんなにそんな態度をとる。それが家族に対する接し方か？私は彼に答えなかった。そのような根拠のない非難は私の子供時代を満たし、とっくに何の感情も見せずにそれらに向き合うことを学んでいた。しかし、2階の踊り場に足を踏み入れたちょうどその時、頭皮に鋭い痛みが走った。誰かが後ろから私の髪を引っ張ったのだ。第3章。ジョシュアは私の髪を強く引っ張り、私は階段からよろめいて落ちそうになった。ビビはもう大人なんだ。昔のように彼女の気持ちを無視するわけにはいかないよ。私は床に転び、両膝に痛みが走った。ジョエルは顔をしかめた。祖父、結婚式を延期すると決めたのは僕だ。イベットとは関係ない。怒るなら僕にぶつけてくれ。彼女を傷つけないでくれ。床に丸まっていると、胸の痛みと膝の痛み、どちらがよりひどいのかわからなかった。ソフィアのことを怒らないで。イベットがいい目尻を拭った。全部私が悪いんだ。こんなに早く18歳にならなければよかった。もう少し待てば、旅行が彼女の結婚式と重ならなかったのに。私は彼女の唇を引っ張る小さないたずらな笑みを見逃さなかった。バカなこと言うな。いつ成長するかは決められないだろ。こんなことになったのは、彼女が結婚式の日を間違えて選んだからだ。お前のせいじゃない。ジョシュアが怒鳴った。彼は私を睨みつけ、顔全体に苛立ちを浮かべていた。むくれたいんだろ？よし。ここにいてむくれてろ。ジョシュアは私をつかみ、階段の隣の物置部屋に押し込んだ。私はパニックになり、取っ手を探してもがいたが、手が届く前に外側からカチッと鍵がかかる音が聞こえた。彼がドアに鍵をかけたのだ。おとなしくしてろ。ジョシュアは冷たく言った。自分の行いについて考える時間を持ったら出てこい。やめて。出して。マンゴーアレルギーなんだ。薬が必要なの。私は叫んだ。しかし、ジョシュアの声は、イベットを玄関ドアの外に押しやるにつれて、次第に遠のいていった。シーフードレストランの予約してるんだ。そろそろ時間だ、早く行かないと。彼が言った。でもソフィアは、大丈夫だよ。あの部屋で数時間いれば、彼女も懲りるさ。ジョシュアが答えた。そうだね、あの子は本当に気性が荒いから。あそこに閉じ込めておくのもいいかもしれない。後で彼女の好きなエビを少し持ってきてあげるよ。さあ、ジョエル。父が言った。数時間ならあそこでも大丈夫だ。たちまち、
恐怖が私の中を駆け巡った。私は全力でドアを叩き、叫んだ。もう怒ってないよ。イベットに謝る。何でもするから。出してくれ。息ができない。薬を飲まなきゃ死んじゃう。私の声は甲高い愛願に割れたが、誰も答えなかった。私は床にへたり込んだ。かゆみは背中から顔に広がり、すぐに喉も詰まり始めた。母も父も私がマンゴージュースを飲んだのを見ていた。彼らは私がアレルギーだということを知っていた。だが、私のことを忘れたのだ。彼らはイベットの好きなシーフードレストランを覚えていたが、私がたった5分前にマンゴージュースを一気飲みしたことを忘れた。絶望が私を立ち上がらせた。私は全力でドアノブをひねったが、ドアは外から鍵がかけられており、びくともしなかった。私は必死でポケットを探ったが、ジョシュアが私を掴んだとき、持っていた携帯電話はどこかに飛んでいってしまったに違いなかった。すぐに発疹が体中に広がった。顔は反応で腫れ上がり、目もほとんど見えなかった。さらに、呼吸も困難になっていた。脱出できなければ、私はこの物置部屋で死ぬだろう。鍵を壊すものを探しながら、ついに隅に放り出された私の携帯電話が見つかった。大喜びで、震える手でそれを拾い上げた。しかし、両親も兄もジョエルも私の電話に出なかった。突然、ジョシュアからのメッセージが画面に表示された。オーロラベイには一緒に来るな。来るとイベットを悲しませるぞ。腫れ上がった目から涙がこぼれた。彼らに何かを期待するなんて、もっと分別を持つべきだった。結局、私は救急サービスに電話をかけた。一秒一秒が一生のように長く感じられた。気道は狭まり、呼吸は苦しい作業になった。救助隊に私の通りの場所を指示するのもかろうじてだった。物置部屋のドアがようやく開いたとき、すべてが暗転した。